酸化しにくくなりますので、鱗がね、ちょっとでも残ってると、血合いのところから匂いが出やすいんですよ。今日はこちらですね、ブリ。12キロのね、ブリなんですけれど、こういった大型魚はなかなかね、一度に食べきれる量ではないかと思いますので、さばき方と、あとね、保存方法を紹介しようかと思いますと。まずね、これ鱗はすき引きにしていくんですけれど、すき引きにする際はね、ヒレが邪魔になる場合が多いので、ヒレをね、ハサミで切り落としてしまいますと。ヒレね、落としていくんですけれど、この腹びれなんかはね、結構骨が太くて、なかなかね、切り落とせなかったりするので、ここだけ力のいる作業になってしまうんですけれど、もしね、あまりに硬くて落とせない場合は、ヒレ付きのまま作業を進めてもいいのかなとは思いますので、その辺ね、勝手のいいように作業してくださいと。ヒレを落としましたら、今度ね、鱗を、すいていきますと。ブリはね、アジに近い魚なので、ここにね、1本ゼイゴが入っていますんで、このね、ゼイゴに沿ってまずは鱗をすき引きして、そこから、全体を引いていくと作業しやすいのかなと思いますんで、すき引きのコツは、なるべく力を入れずに、包丁を上下に動かすイメージっていうんですかね。力はほとんど入れずに、この前後に動かす動作だけで、鱗を切り進めていくイメージで作業をすると、比較的綺麗にすき引きできるのかなと。ブリなんかは、ね、例えば煮付け、ブリ大根にしたりだとか、あと照り焼き、塩焼き、その加熱調理に結構使う場合が多いじゃないですか。加熱調理は皮付きのまま調理することが多いかと思うんですけれど、金だわしで鱗を取ってしまうと、どうしてもね、すき引きをするより皮が厚く残るので、だからね、加熱調理にする際は、すき引きでね、鱗を引いた方が、その食べた時の食感は美味しいのかなと思いますんで、手間ではあるんですけれど、なるべくね、すき引きにした方が料理の出来上がりはいいのかななんて。すき引きなんとなくここまででやめてしまいたくなるんですけれど、一応ね、この顔にもね、しっかり残っていまして、ブリなんかね、これカブとは煮付けにしても結構いい出汁が出て美味しいので、顔の際まで鱗は引くようにしてくださいと。背中のライン、このね、背中のラインは、鱗が一見ないように見えるんですけれど、びっしりと鱗が繋がったような状態になっているので、ここもね、包丁でこういった形で、鱗は剥ぐようにしてくださいと。金だわしだと取りきれないんですけれど、皮というか鱗というか、ここがね、結構硬いので、ここをね、しっかりと取るというのが、一つね、すき引きのポイントだったりしますかね。そう、こういった形でね、鱗がもうつながってびっしりとついているっていう感じなんですよね。これがね、なかなかね、金だわしだと取りきれないので、ここだけね、しっかりと取るようにしてくださいと。魚ってね、背中とお腹を比べた時って、このお腹側の方がね、鱗が薄いんですよね。白い面、この部分をすき引きする時は、結構ね、力を入れると、この皮を削ってね、身がむき出しになってしまうので、慎重にね、ちょっと気を使いながら作業をすると良いのかなと。お腹側の鱗というのは、これね、薄っぺらいと言いますか、背中に比べてね、そう弱いんで、この鱗の厚さが違うっていうことを知っておくとね、すき引きを失敗することも減るのかなと思いますんで、胸びれの内側、この辺りもね、すき引きせずに落としてしまったりっていうことが多いかと思いますんで、ブリカマね、食べる際にここに硬い鱗が残っていない方が食べやすいかと思いますので、
ここもね、綺麗に落とすようにしてくださいませと。お腹のこの部分、ここもね、できればね、キワキワまで取りたいは取りたいんですけれど、ヒレの部分はへこみがあるので、ここはね、鱗を取るのは不可能と。ちなみにね、このへこみって何かと言いますと、これね、ヒレ取っちゃったんですけど、早くね、泳げる魚ってね、こういう感じで、ヒレをしまう機能っていうんですかね。結局ヒレが出てると水の抵抗が増すということで、ヒレがね、ピタッとしまえるようになってんですよね。なんでこれはヒレをここにはめると、魚の形がね、綺麗な流線形になると、いった感じですかね。はい。で、ここまで来ましたら、このね、腹びれのラインに包丁を入れまして、今ここですね、この胸びれのラインで頭を落とすと。ブリカマで一品料理を作るつもりならば、このカマは、大きく残してもいいのかなと。で、こういったね、大きな魚は、なるべくね、刃の強い出刃を使いたいところではあるんですけれど、中骨を落とす際なんかも関節の間に包丁が入れば、そこまでね、力を入れずとも頭はね、切り離せますので、その辺ね、意識しながらさばくと良いのかなと。あとはね、へそから包丁を入れまして、内臓をかき出して血合いを洗ってと。これね、頭を切る際にこのね、内臓を切り離していなければ、こういった形で頭を引っ張ると内臓も一緒にね、抜くことができますんで、今ね、ちょうど3月の終わりの頃なんですけれど、春先にはね、ブリも卵を持つので、こうなってくるとだんだんね、身の栄養が卵に回ってくるので、もちろんね、これ10キロ超えのブリなんで、お腹なんかにはしっかりと脂が乗っているんですけれど、おそらくね、もう旬と呼ばれる時期は過ぎた頃かなと。内臓をかき出して血合いにね、何本か包丁を入れたら、この魚体を水洗いしますと。血合いをきれいに洗い流しましたら、ブリをおろしていきますと。ブリのね、おろし方はごくごく一般的な三枚おろし、アジのおろし方と一緒っすよね。ただ大きさが違うだけで、やってることはね、そんなに難しいことはやっていませんよと。この中骨のラインまで、包丁を入れましたら、続いて背中側にも包丁を入れていくと。意外かもしれませんが、僕はね、ブリってね、数えるほどしかおろしたことがなくて、その理由はね、2つありまして、1つはね、ブリってこの腹と背に分けて売られてるんですよ。それに加えて、ブリって腹と背でね、身質が全然違うんですよ。基本的には腹だけしか買わないとか、背だけしか買わないとかね、お店によって扱いたい部位が異なっているので、丸からおろすっていう経験は意外とね、していない板前さんが多いんではないかと思いますかね。3枚おろしなんですけれども、これね、大型の魚の場合は裏おろしって言ってね、こういった形で骨をね、上に向けたままおろした方がおろしやすかったりしますんで、こんな感じでね、骨を上に向けて、ここから包丁をちょっとね、上に力を入れながらさばいていくと、こういったさばき方をする場合が多いですかね。もしね、場所が確保できるのであれば、この骨付きの状態で冷蔵庫に入れるのがいいとは思うんですけれど、なかなかね、ブリが入るような大きさの冷蔵庫って一般の家庭にはないかと思いますので、今回はね、このさばいた状態でどう保存するのかというお話をしようかと思いますと。背中側もこの中骨のラインまで包丁が入りましたら、あとは最後このね、中骨の真上のラインの身を切り離しますと。お腹のラインまで来たら包丁を出して、最後これね、あばら骨を断ち切ると。ちょっとね、ここ
身を抜いてしまってはいますけれども、こういった形でブリはおろしますよと。ブリってね、意外と虫の多い魚でして、こういったね身に傷がある場合、こういう場合はね結構ね中からね虫が入っていますので、もしね傷を見かけたらちょっとね注意深く中を探してみてくださいと。こういう虫ってね1箇所にね3匹4匹寄生してる場合があるんで、1匹取ったからといって安心せずに注意深く確認してくださいと。この辺がね変に血が滲んでたじゃないですか。そういう場所はね、そうこうやってねなんかねわけわからない虫が入ってることが多いので、この部分はね残念ではあるんですけれど、生食はしない、あまりにひどい場合は食べないっていうのがねいいのかなと思いますので、これはね魚の筋なんですよ。なんとなくね虫っぽく見えてしまうんですけれど、この筋をね無理やり引っ張るとこのね身がどんどん割れていくので、この魚の筋を虫と思ってね無理に引き抜かないようにはしてくださいと。そうしましたら、このねブリの身をどのように保存すればよいのかというお話なんですけれども、まずね基本的に血っていうのはね悪くなりやすいんですよね。匂いが出たりだとか、腹膜の中に血管があってここにね血が溜まっているので、この血は最初に押し出してくださいと。そう、これ本当はね3枚におろす前の腹膜を取る段階、腹膜と血合いを落とす段階で抜けきれればいいんですけれど、どうしてもねこういったね細かいところには血が残りやすいので、だからこのね残ってる血をなるべく抜くと。血をしっかりと抜いた状態で、ここから魚をばらしますと。ばらす時はね自然とこのね血合い骨の位置で半分に割ってくださいと。先ほどここに虫がいたじゃないですか。でこのね虫がね身の奥に入り込んでる場合があるんで、そういった場合はねこのね半分に渡したこっからね結構見えたりするんですよ。もしね表面に虫がいた場合はその周辺結構注意して血合いの中に虫がいないかを確認してくださいと。背と腹に分けることができましたら、ある程度ねこの血合いを削り取っておきますと。このね理由はねその血が最初に悪くなるという話と一緒で、どうしてもね長期保存をするとこのね血合いのところから匂いが出やすいんですよ。ここでねある程度血合いを外しておきますと。ただねこれね血合いを完全に外す必要はないというか、完全に外しちゃうとねこの後食べる時にまた表面を磨くって言ってね表面をトリミングするんですけれど、その際にねどんどん食べるところがなくなっていってしまうので、この辺のねさじ加減はちょっとねもう感覚で覚えてくださいとしか言えないんですけれど、血がね濃そうな部分はここでね大方外しておきますと。このね血合いを外した上で適当な大きさに切り分けますと。腹側もこのうっすらと血合いを外すまでは背中側と同様ですね。腹側はこの腹膜とあばら骨、この骨はついたまま適当な大きさに切り分けてくださいと。そうしましたら、ここでね先ほどばらした身をペーパーでくるみますと。もしねこの時にもうくるんだ段階でねペーパーが湿るようであれば、このペーパーを取り外して、新しいペーパーにくるみ直してくださいと。そうしたら、今度は、ビニール袋に入れますと。続いてこれね氷水を用意して、その氷水の中にビニール袋を沈めます。この時ねまだ口は閉じてなくて
大丈夫で、袋の下の方からこうね順々に沈めていくと自然と空気が抜けて、密封はねされないんですけれど、普通にね空気がゆるゆるに入っているよりは酸化しにくくなりますので、空気を抜いた状態で、この口を閉じますと。でもしね真空機を持っている方は弱めのね真空で空気を抜くといいのかなと。あんまりね強めの真空で空気を抜くとこのね身がねこうなんていうのかな、押しつぶされちゃうっていうかね、弱めの真空で、なるべく空気に触れないようにすると。このままね保存すればいいんですけれど、どうしてもねこの魚がこうプカプカ浮いてきちゃうじゃないですか。上から氷を乗せて魚をしっかりと沈めるようにして、この状態で保存すると。1日経つとこの魚から水分が出てペーパーがね濡れてくるかと思いますので、このペーパーはもう1日ごとこまめに交換して、で氷を乗せて保存すると。氷をね足してしっかりと冷えるようにしながら魚は保存すると。魚に匂いが出やすいポイントとしては、この血はもちろんなんですけれど、この鱗がねちょっとでも残ってるとすぐに匂いが出るので、だからこのね最初のすき引きだとか、あとね血合いの掃除だとか地味な作業をしっかりとやると、魚の持ちが良くなりますよと。ブリのお腹と背中って身質が全然違うっていうお話をしたんですけれど、こっちが背中でこっちがお腹でね、見てわかる通りお腹は脂が乗って白っぽい身質をしていて、背中はねどうしても脂が少ないので赤っぽい身質をしていますよと。これ背中でも白っぽいブリもいるんですけれど、それはね 99% 養殖のブリっていうのは背中でもねカチカチに脂が乗るんで、真っ白い身質をしていますと。これはお腹の中でも若干ね尻尾寄りの部分なんですよ。尻尾寄りの部分っていうのはねどうしても脂が抜けてきて赤っぽい身質になっていますよと。氷水につけた状態で5日ほど保存したブリなんですけれど、見てわかる通り表面はもう酸化してねだいぶ美味しくなさそうな色をしてはいるんですけれど、この表面を削るとお腹のね膜の下はこういった色をしてますし、こっちのね血合い側も削り取りますとピンク色の綺麗な色をしていますしと。この色を見て匂いを嗅いでみて違和感がないようであればまだまだ生食できますので、多少判断するのには経験は必要なんですけれど、人に提供するんではなくね、自分で食べる分には、自己責任で判断くださいと。血合いと腹膜を削るというのは直感的にねわかるとは思うんですけれど、サイドの断面、こっちの断面も、しっかりと削ってから食べるようにしてくださいと。虫が入っていたところだったりね、あとは匂いが気になるなんて場合は、生食せずにしっかりとね火を入れて、お召し上がりくださいと。ブリってねどうしてもこの大型のブリだと柵が長くなりやすいので、そういった場合はねお腹の位置、一番脂の強い位置で、切り離してからお刺身を作りますと。普段は最初に皮を引いてからお刺身にすることが多いかとは思うんですけれど、これね皮付きのままお刺身を切る場合はこういった形でね皮のギリギリまで包丁を入れて、そこから包丁をスライドすると。そうだから皮を引きながらお刺身にしていくなんてこともできますので、こういったね切り方もありますよと。そうでこの切り方のねメリットは残った身を皮付きのまま保存できるっていうね。ブリなんかはどうしても銀皮がね残っていれば酸化はしづらいんですけれど、いっぺんに使わない場合ね、この皮を引くとこっちの皮を引いた面もどんどん酸化していってしまうので、こうやってね必要な分だけ切ってから、皮を切り落とすなんてことも
この状態でねまた保存するなんて使い方もあったりするので、今日は、一つこんな使い方も紹介しましたと。この切り落としたお腹の先端の部分、この部分はねブリトロと呼ばれる部分なんですよ。だからマグロでいう大トロの部分っていうのかな、一番ね脂の強い部分でもあるので、この部分ねもちろんお刺身に添えても美味しいので、好きなようにね切り出して、お刺身にしてお召し上がりくださいと。こちらの身に比べてお腹の身というのは脂分が多いので、だから一つねこれお刺身にする際のポイントとしては、こちらの身よりもちょっと小さめに切る。脂がね強いのでどうしてもくどくなりやすいので、ちょっとだけねポーションを小さくして、一緒に盛ると、食べた時にね脂が強すぎてちょっとくどく感じるなんてことも少なくなるのかなと。こういった脂の強い部分というのはどうしてもね醤油を弾いてしまってなかなか味が乗りにくいので、こんな感じでね、包丁目を入れておくと醤油の辛みが良くなったりしますかね。今日はねブリのさばき方と、主にね魚の保存の方法っすね紹介いたしましたと。今回ねブリは5日ほど寝かせたわけなんですけれど、こればっかりはね仕入れた魚の鮮度だとか、あと魚の締め方、生け締めなのか野締めなのかで何日寝かせられるとか、あと保存する温度っすよね。冷蔵庫のスペックだとか、その氷を入れてもね完全に0度になるわけではなくて、この方法なら確実に何日間寝かせられますというわけではないので、食べるときはしっかりと生食できるのか火を入れた方がいいのかという判断は自己責任になってはしまうんですけれど、美味しく魚を召し上がってみてくださいということで、本日の動画以上でございます。